皆さんこんにちは。卓球用具の深遠な物理の世界へようこそ。ケンジです。こんにちは、みさきです。今回は卓球ラバーにおける回転生成メカニズムをテーマに、最新の高分子化学、トリボロジー、摩擦学、衝突力学、流体力学、そして生態力学の観点から徹底的に掘り下げて分析していきます。いやー、みさきちゃん、卓球ってたった 2.7 グラム、直径40ミリの小さなプラスチックボールを争うスポーツだけど、使う道具一つでプレーの質や打球の性質が劇的に変わるよね。特に粘着ラバーと非粘着のテンションラバーの違い。そうですね。用具メーカーのカタログや一般的な指導現場では、粘着ラバーは表面がベタベタしていて回転が強くかかるけれど弾まない。非粘着テンションラバーはスピードが出て、オートマチックに回転がかかりやすいといった説明がよくされていますよね。そうそう。でもそういう説明って感覚的なキーワードが多くて、じゃあ実際ボールとラバーが触れるわずか3ミリ秒から5ミリ秒という一瞬の間に、表面や内部で物理的に何が起きているのかという根本的な力学メカニズムまではわからないことが多いんだよね。まさにそこが今回の本質です。今回の解説では、そうした抽象的な感覚論から完全に脱却します。ボールとラバーが接触する極小の時間内に生じる境界摩擦、分子間力、ゴムシートの歪みエネルギー蓄積とスナップバック現象、スポンジの圧縮合成と底付き耐性、さらには打球を受けた相手の腕や手首にかかる接線トルクと生態磁気学的知覚に至るまで、定式化された数理モデルと実験データを交えて完全解析していきます。おっと、これは聞き応えがありそうだね。普段僕たちが何気なくドライブを打ったりカウンターを決めたりしている裏側で、どんな物理法則が働いているのか、視聴者様も一緒にじっくり解き明かしていきましょう。まずは全体像として、今回の詳細な比較解析で判明した重要な発見のサマリーを教えてもらえる？はい、今回の包括的な分析によって明らかになった最重要ポイントは大きく分けて4つに集約されます。第1に、衝突境界における摩擦メカニズムの根幹的な違いです。粘着ラバーは高分子被膜による化学的な吸着力 F アドヒージョンを持つため、垂直方向の押し込み荷重がほぼゼロの極小インパクトでも滑りゼロの完全付着状態を形成します。対する非粘着ラバーはボールをスポンジ深層へ没入させる気学的包み込みラップアラウンド効果と機械的先端抵抗に 100% 依存しています。なるほど。表面の科学的な力で瞬間的に捕まえるのか、深く食い込ませて物理的に包み込むかの違いなんだね。第2に、極限強打時における最大回転数の限界値の相違です。各種研究データによると、非粘着スピン系テンションラバーの最大回転数が毎秒100から120回転 RPS 程度で伸びが飽和する傾向があるのに対し、純粘着ラバーはトップシートのスナップバック効果と高密度硬質スポンジの抵抗によって毎秒130から150回転 RPS 以上の異次元の核運動量を叩き出すポテンシャルを持っています。毎秒150回転、1秒間に150回も回るなんてとんでもない回転量だ。第3に、受け手が体感する球の重さの生態力学的正体です。これは単純な球速、平行線運動量ではなく、相手ラバーに触れた瞬間にラケット面を強引にねじ曲げようとする接線方向トルク、タウト。それに抗う前腕屈筋群、手首スキン群の負担増大を中枢神経系が脳内で知覚変換したものであることが定量的に示されました。面が下へ持っていかれる感覚の正体は、接線方向のトルクと筋肉への負担だったんだ。第4に、現代卓球における力学的最終回答として、微粘着トップシートと高張力高気泡スポンジを融合させた粘着ハイブリッドラバーが極大の回転トルクと圧倒的な射出初速を完璧に両立させる二重シナジーシステムとして君臨している点です。全体像がバッチリつかめたぞ。ここからはそれぞれの要素を一つずつ深掘りして徹底分析していこう。まずは議論の土台となる物理の定義から見ていこう。卓球のボールって質量は約 2.7 グラム、直径 40mm の ABS 樹脂製球体だけの、この小さな球体がコート上でどう運動しているのか、物理的にはどう記述されるのかな。3次元空間におけるボールの運動状態は、直線運動を表す線運動量、平心速度ベクトル V と回転運動を表す角運動量、回転角速度ベクトル Ω の完全な組み合わせによって定義されます。ボールが飛んでいく速さと方向が V で、回転の強さと回転軸の向きが Ω ということだね。その通りです。フィジックス・オブ・テーブルテニスの物理解説や、スタンフォード大学の計算科学研究、プロブレム B の論文などでもモデル化されているように、ボールに与えられた回転角速度 Ωは、空気中を飛翔している間に、周囲の空気流速差を生み出し、
流体力学的なマグヌス力を発生させます。空中での飛行軌道を上や下にぐぐっと曲げる力だね。はい。さらに、相手コートへ着弾した後のバウンド速度や跳ね上がり角度、そして相手がラケットで受けた際の境界摩擦応答や力、トルクを決定づける最重要パラメーターとなります。つまり、平心速度 V だけでなく、回転角速度 Ω を自在にコントロールすることが、卓球というゲームのすべての局面を物理的に支配することに直結するんだね。ここからがいよいよ本題だね。ボールがラバーに当たって離れるまでの時間って一体どのくらいなの？インパクトにおける衝突時間はわずか3ミリ秒から5ミリ秒という一瞬の世界です。この極めて短い時間内にラバーとボールの接触境界でどれだけの接線方向の摩擦力 FF を生み出せるかが回転生成のすべてを決定します。たったの1000分の3秒。その一瞬の間に粘着ラバーと非粘着ラバーでは摩擦の発生プロセスが全く異なってくるわけだね。そうなんです。一般的な高校物理で習うアモントン・クーロンの摩擦法則では FF イコール μFN、 つまり摩擦力イコール摩擦係数×垂直抗力と表現されますよね。しかし粘着ラバーではこの古典的法則がそのまま当てはまりません。粘着ラバー特有の物理項が入ってくるんだね。はい。粘着ラバーの境界摩擦モデルは、静止摩擦係数を μS、垂直抗力、押し込む力を FN、表面の化学的吸着力を FAD とすると、FF イコール μSFN プラス FAD という拡張式で定式化されます。この F アド粘着吸着項が存在することで、ボールを強く押し付けなくても、表面に触れた瞬間から確実な摩擦力が発生するんだね。粘着ラバーの表面って高分子化学的にはどういう構造になっているの？サンウェイスポートの解説資料やラケットインサイトの機構分析によると、粘着ラバーがトップシート最表面、厚さわずか数マイクロメートルの極薄領域には、未交差の高分子ポリマー差や官能器が意図的に配合された粘着皮膜が形成されています。分子レベルでペタペタと吸着する特殊な層が作られているんだ。ボール素材である ABS 樹脂が接触した瞬間、化学的・物理的な分子間力、ファンデルワールス力による界面吸着力 FAD が瞬間的に働きます。だから垂直抗力 FN がほぼゼロに近いような、ごくごく軽く薄くするようなサーブやつっつきの場面でもボールが滑らずにガチッと引っかかるんだね。その通りです。表面の旋断応力に対する耐性が非常に高いため、インパクトの最初期段階から滑りのない完全付着状態、スリップゼロが維持され、入力したスイングエネルギーが逃げることなく、極めて高い効率で回転エネルギーへ変換されます。じゃあ逆に非粘着のテンションラバーはどうやって回転を作っているのかな？非粘着ラバーの場合、表面に化学的な吸着力はほぼ存在しません。つまり F アドイコール0です。そのため発生する摩擦は同摩擦係数 μK と機械的グリップに 100% 依存することになります。機械的グリップっていうのはボールがラバーに食い込む現象のこと？まさにそれです。コンラド・ティーフェンバッハ氏とアラン・デュレイ氏による衝突力学の研究論文でも分析されているように、ボールがインパクトの衝撃でトップシートとスポンジ内部へ深く没入することで、ボールの丸い曲面に沿ってゴムが包み込む幾何学的変形、ラップアラウンド効果が発生します。ボールの球面に沿ってラバーがぴったりとフィットして包み込むわけだ。はい。この包み込み構造によって接触面積が著しく拡大し、ゴム材料の歪み復元に伴うヒステリシス損失、旋断変形抵抗が機械的な摩擦トルクとしてボールへ伝わります。したがって、非粘着ラバーで強い回転を生み出すためには、ボールを深く沈み込ませる一定以上の垂直荷重、厚いインパクトの投入が力学的な絶対条件になるんです。トップシートの下にあるスポンジの特性も回転や打球の質に大きく影響するんだよね。スポンジ層は回転生成とエネルギー保持において極めて重要な役割を果たします。伝統的な中国製純粘着ラバーには気泡率が極めて低く密度の高い高硬度高密度密閉する構造スポンジ、高度39度から41度以上中国基準が組み合わされています。手に持ってみるとカチカチに硬いスポンジだね。どうしてそんなに硬いスポンジを採用しているのかな？ラリーズのスポンジ構造に関する技術解説でも詳しく指摘されている底付き現象、ボトミングアウトを物理的に防ぐためです。柔らかいスポンジで超強打をすると、スポンジが限界まで潰れて圧縮しきってしまい、中のラケット木材まで衝撃がダイレクトに届いてしまいます。
底付きしちゃうとパチンと高高くて変な音がしてボールが滑って飛んでいっちゃうよね。そうなんです。底付きが発生するとインパクトエネルギーの多くが無駄な振動や熱として散逸し、ラバー表面での回転生成機能が劇的に低下します。粘着ラバーの硬質スポンジは圧縮歪みに対する変形抵抗が極めて高いため、限界突破のフルスイングでも底付きを起こさず、スイングエネルギーを運動破壊することなく、ボールの変形とスナップバックへ変換し続けることができるのです。一方、非粘着のテンションラバーに使われているスポンジはどんな構造なの？多くのテンションラバーには内部に比較的大きな独立気泡を持ち、ポリマーさに強い内蔵張力が与えられた気泡系高弾性スポンジ、スプリングスポンジなどが採用されています。スポンジの中に小さな空洞が気泡が入っていて、ゴム自体が最初から引っ張られている状態だね。はい。気泡内部の空気が圧縮される効果と、張力ポリマーのバネ効果が相乗的に機能します。これによって、ボールを深く包み込む玉持ち感、デュエルタイムの確保と、強大な弾性反発による射出初速、カタポルト効果が自動的に発生します。プレイヤーがそこまで自分の筋肉で強く振らなくても、ラバー自体がボールをピョンと勢いよく前へ飛ばしてくれるんだね。その通りです。少ない入力エネルギーでも自動的に高い並進速度、初速を与えてくれるのが気泡系テンションスポンジの最大的な力学的強みです。ラバーの重さも打球の威力に影響を与えるって聞くけど、物理的にはどう説明できるの？衝突力学、運動量と力積の法則において、打撃時のラケットの有効質量、M エフェクティブという概念が非常に重要になります。ラケットの総質量を MR、グリップの握り位置から打点までの距離を D、ラケットの完成モーメントを IR とすると、有効質量は次の式で決定されます。M エフェクティブイコール MR×IR 割る IR プラス MR×D の2乗。なるほど。ラケット全体の重さと先端方向への重量バランスで実際の衝突時にボールに伝わる実質的な重さが決まるんだ。粘着ラバーは高密度なトップシートと硬質スポンジで構築されているため、ラケットの形にカットした後の重量が約 50g から 55g 以上に達します。一般的な非粘着テンションラバー約 40g から 45g と比較して、ラバー1枚あたり 5g から 10g 程度重いんです。ラバー2枚で 10g から 20g も差が出るとなるとかなりの重量差だね。この先端側への重量加増が MR と IR を同時に引き上げ、同じスイング速度であっても衝突時の力積 J イコールインテグラル FT/DT イコール M エフェクティブデルタ V を超絶に拡大させます。これが相手コートへ伝わる球圧、並進運動量の絶対値を大きく押し上げる物理的メカニズムです。スイングの強さや打球のシチュエーションによって粘着と非粘着の回転のかかり方ってどう変わるのかな？ここが両ラバーの比較で最も興味深いポイントです。スイング速度と衝撃荷重に応じた回転出力の応答曲線、レスポンスが両者で全く異なった描き方をします。まずサーブやストップ、ツッツキ、短いチキータといった低インパクト領域では粘着ラバーの吸着力 FN が圧倒的な優位性を誇ります。非粘着だと弱いタッチの時に食い込みが足りなくてボールが滑っちゃうリスクがあるけれど、粘着なら表面の粘着力で確実に捕まえて切ることができるわけだ。まさにその通りです。薄く擦るような最小限の入力エネルギーであっても、接線方向の運動速度をほぼ 100% 回転角速度オメガへと変換できるのが粘着ラバーの低入力領域における真骨頂です。じゃあ逆にフルスイングで強く叩き込む高インパクト領域でのパワードライブ打球での回転量の限界についてはどうなんだろう。サバ級スポーツメディアの比較データやテーブルテニスデイリーフォーラムでの各種検証議論でも紹介されている実測数値を詳しく紐解いてみましょう。非粘着スピン系テンションラバーの場合、回転数の限界値は毎秒100から120回転 RPS 付近で伸びが飽和し、それ以上スイング速度を上げても回転数の伸びが頭打ちになる傾向があります。入力に対する反発は非常に大きいのですが、極限領域ではスポンジの限界によって回転変換効率が鈍化するスーパーリニアから飽和へ至る特性を持っています。どんなに筋力を使って強く振ってもスポンジの変形限界が来て一定以上は回転が増えにくくなるんだ。一方、準粘着ラバーや強粘着ラバーは入力スイングエネルギーに対して完全なリニア線形応答を示します。プレイヤーが強力な身体的パワーを注ぎ込めば注ぎ込むほど出力が増大し、フルスイング時には毎秒130から150回転を超える極大の角運動量を生成することが可能です。
毎秒150回転、1秒間に150回転も回ってるなんて、テンションラバーの限界をはるかに超えているね。射出速度自体はテンションラバーが自動的に引き出してくれますが、回転の上限値、回転ポテンシャルの天井は粘着ラバーが圧倒的に高い領域を保持しているのです。粘着ラバーがそこまでの超高回転を叩き出せるミクロな秘密って一体何なの？インパクトの極小時間内でゴム内部はどう動いているんだろう。最大の鍵は、ボールが離脱する直前の一瞬に発生するスナップバック効果です。赤い服レッド氏の技術分析やリサーチゲートの研究論文でもその動的挙動が詳しく解説されています。スナップバック現象は明確な3段階のステップで進行します。第1ステップは初期捕獲と歪み蓄積。高粘着層がボール表面を完全に捉えたままスイングが進むことで、トップシートの裏側にある円柱状の突起粒構造がスイング方向へ強烈に横倒しに屈曲し、ゴム内部に莫大な弾性歪みエネルギーが蓄積されます。ゴムの粒がぐにゃっと横に倒れて、バネのように引っ張られてエネルギーを溜め込むんだね。第2ステップは最大圧縮と精度をブレーキ。スポンジが圧縮され、ボールの放線速度がゼロになる際、粘着剥離抵抗がボールの離脱にブレーキをかけ、接触時間ドゥエルタイムをミリ秒単位で延長させます。そして第3ステップが高速復元と回転加速アクセル。ボールが反発して離れる一瞬、倒れていた粒群が一気に元の形へ超高速で跳ね戻ります。この復元スピードがスイングスピードに加算され、離脱直線のボール接線に対して強力な二次トルクパルス角加速度アルファを叩き込むのです。離れる瞬間のパチンという二次加速。この一気に弾き返すスナップバックこそが粘着ラバー特有の超高回転の真犯人だったんだね。そうやって放たれた毎秒130から 150rps という強烈な超高回転球は空中をどう飛んでいくのかな？流体力学的にはどんな現象が起きている？ここで大きく関わってくるのが流体力学のマグヌス効果です。飛翔中のボール、半径 R、空気密度 ρ に働くマグヌス力 FM は回転角速度ベクトル ω と平心速度ベクトル v の相互作用によって決定されます。回転数 ω が大きくなればなるほど、下向きに働くマグヌス力 FM も二次関数的に強力になるわけだね。その通りです。粘着ラバーから繰り出される超高回転ドライブは強力な下向き流体力を受けるため、ネットを越えた直後にまるで崖から落ちるように急激に下方へ沈み込む急ドロップ軌道を描きます。一見すると相手コートをオーバーしそうな高い軌道に見えても、ネットを過ぎた瞬間にググッと急降下して深い位置に収まるのはこの強大なマグヌス力のおかげなんだね。相手コートの卓球台に着弾した後のバウンドはどう変化するの？粘着の卓球ってバウンド後がすごく独特で取りづらいよね。卓球台の塗膜面にボールが設置した瞬間、保持されていた巨大な回転運動エネルギーの一部が全身の平心運動エネルギーへと一気に変換されます。バウンド時の接触点速度と対面との間に強烈な滑り摩擦インパルス J テーブルが作用し、ボールが台面を強烈に蹴り上げます。ボールが台を蹴り上げる。その結果、バウンド後のボールは高さを抑えられたまま、地を這うように前方へ急加速して伸びるホップスパーティング効果を引き起こします。もし横回転成分が含まれていれば、バウンドした瞬間に台上で大きく横へ歪んで飛んでいきます。相手からすると跳ね上がってこないで手元で急に伸びてくる、大きく曲がるからタイミングを合わせるのがめちゃくちゃ難しいんだよね。ラバーによる飛び出し角の違いについても教えて。テーブルテニスダイリーフォーラムなどでも頻繁に熱い議論が交わされているポイントですね。非粘着テンションラバーはラバー自体の飛び出し角が比較的高く設定されています。打つと自然にボールが上方向へ上がってくれる感覚だね。はい、インパクト時に自動的にボールを上方へ跳ね上げてくれるため、綺麗な安定した弧線を描いて相手コートの深くへ飛んでいきます。初心者や中級者でもネットミスをしにくいのが大きなメリットです。粘着ラバーの飛び出し角はどうなの？純粘着ラバーはラバー自身の飛び出し角自体は低めですが、強烈なマグヌス効果による空中での急沈とバウンド後の伸びによってネットをしっかり越えつつ相手コート内での安全落着パターンを作ります。自分の力でしっかり上へ持ち上げるストローク技術が必要ですが、相手への攻撃性の高さは抜群です。よく粘着ラバーのドライブは球が重い、面が持っていかれるって言うけれど、これって受ける相手の体の中で物理的、生態力学的に何が起きているの？ここは生態力学における非常に画期的な分析結果です。
相手が粘着ラバーの超高回転球130から150プラス RPS を受けたとき、ラケット境界で発生する回転抑え込みトルクタウが発生します。回転を止めようとするときにラケット面を強制的に下へ押し倒そうとするトルク、力区が発生するんだね。そうです。受け手のプレイヤーはこの巨大な下向きトルクに抗ってラケット面を正対させるために、手首の等速手根屈筋や前腕屈筋群を瞬時にガチッと強く収縮させなければなりません。腕や手首の筋肉を強く固めて押し返さなきゃいけないんだ。人間の中枢神経系は、この抑え込みに必要な拮抗筋力の急激な負担増大を固有重要感覚を通じて、ボールの質量が物理的に重くなったかのような重圧、球の重さとして脳内で認知変換しているのです。なるほど。ボール自体の質量が増えたわけじゃなく、手首と前腕にかかる強烈な接線トルクと筋肉の負担を脳が重いと知覚していたんだね。粘着ラバーって相手の回転球をカウンタする時もすごく強いって聞くけれど、それも摩擦やシートの力学？はい。非粘着テンションラバーは表面の反発性と可塑性の高めため、相手の強烈な回転球を受けると、相手の回転の影響を過剰に受けて弾かれてしまいやすいんです。角度調整が少しでも狂うと、ボールがあさっての方向へ飛び出しちゃうよね。一方、粘着ラバーの高粘着シートと硬質スポンジは、受動的な歪み変形を起こしにくい特性があります。そのため、相手の回転を境界吸着力で無効化する回転を殺す動作や、自分の強いスイングで相手の回転を抑え込んで上書きしてかけ返すことが非常に容易なんです。相手の回転に負けずに自分の回転で上書きできる。これが前陣ラリーにおける圧倒的なカウンター性能の秘密なんだね。ここまでは粘着ラバーの強みばかりを見てきたけれど、弱点や天敵になるような環境変化はあるのかな？実は粘着ラバーには致命的ともいえる環境的弱点が存在します。それが高湿度です。リサーチゲートに掲載されたトリボロジー、摩擦学の研究論文でも詳細なデータが報告されています。雨の日や梅雨の時期の体育館だね。体育館の相対湿度 RH が60から 70% を超えると、平滑な粘着表面に空気中の水蒸気が結露し、微小な水膜が形成されます。これが摩擦学でいう境界潤滑、ハイドロプレーニング様現象を引き起こすのです。ハイドロプレーニング、濡れた路面で車のタイヤが滑るあの現象か。まさにそれです。水膜によって静止摩擦係数 μs と吸着力 FAD が壊滅的に低下し、ボールがラバーの上で滑ってしまいます。こうなるとスナップバックも一切効かなくなり、本来の重さを失った単なる飛ばない軽い球へと化してしまう物理的リスクがあるんです。さらに冬場などの低温環境では、ポリマー皿が運動性を失って硬化し、ガラス転移領域や近づくため吸着性能が低下します。湿気対策や温度管理、ラバーのお手入れが粘着ユーザーにとって命がけな理由がよくわかりますね。2014年にボールがセルロイドから ABS プラスチックに変更されてから、卓球の用具も大きく進化したよね。その中で生まれたのが粘着ハイブリッドラバーだよね。はい。バタフライグローバルサイトの技術解説やディグニクス 09C などの製品ガイドでも知られるように、現代トップ選手を席巻しているのが粘着ハイブリッドラバー、粘着性ハイテンションです。これは微粘着トップシートと高張力高気泡テンションスポンジ、スプリングスポンジ X などを組み合わせた二重シナジー構造を持っています。微粘着シートで湿気スリップのリスクを減らしつつ、低入力での回転とカウンター性能を確保して、仮想の高質高反発スポンジで圧倒的な初速と飛距離を弾き出す。その通りです。バウンド後に低く沈んで急進する極大トルク、角運動量と、後陣からでも届く高い射出初速、線運動量を完璧に融合させた現代卓球における力学的な最終完成形と言えます。いやー、粘着ラバーと非粘着ラバーの物理、本当に奥が深くて面白かったね。最後に今回のまとめと用具選びのアドバイスをお願いできるかな。はい。本レポートの全容から導き出された結論と技術的提言は以下の3点です。1つ目、相手が体感する球の重さは単一の数値ではなく、直線速度、線運動量、mΔV、接線方向トルク、角運動量、Iω、そしてラケットの有効質量、M エフェクティブが合わさった総合力であること。2つ目、
自分のスイング速度と筋力が伴うならば、粘着ラバーはスナップバック効果によって毎秒130から 150rps 以上の最高峰の回転と重さを生み出せること。3つ目、用具選択においては振り切れる重量限界の中で最も重いラバーを選ぶことが衝突時の有効質量 M エフェクティブを高め、物理的に最も重い球を打つ正解であることです。自分のスイングと体力に合わせた最適なラバーを選んで、物理法則を味方につけた力強いドライブを打ち込みたいね。視聴者様もぜひ用具選びや技術向上の参考にしてみてください。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。